こんにちは、斉藤直樹です。今回は、こちらの画集が12月24日に発売されます。僕のお仕事のイラストをまとめた画集、5と書いて、なりわいと呼びます。今回はですね、こちらの画集の表紙のイラストのメイキング解説をやっていきたいと思います。僕は19歳の頃からイラストを仕事にしてこれまでやってきたんですが、オリジナルの絵はね、あんまり描かずに、ひたすら企業さんからご依頼される仕事として絵を描いてきました。画集ってね、版権の関係上どうしてもオリジナルの絵でまとめることが多いので、僕は画集に関してはずっと諦めてきた部分が多かったんですが、いろいろな方のお力添えもあって、今回このような形で実現させることができました。非常に感謝です。せっかくなので何か購入特典もつけたいっていうことでね、今回の動画を制作しています。ただね、購入特典っていうことは、画集を購入した人しか見れないのが本来なんですが、角川さんにお話しして許可をいただきましたので、特別に少し短縮したショートバージョンだったら YouTube に出しても大丈夫ですよってことなので、こちらの動画、今回 YouTube でも特別に公開しちゃいます。フルバージョンは画集の特別映像になっておりますので、長い尺でしっかりとメイキングを見たいという方はぜひ画集をゲットしてご覧になってくださいね。画集の URL は動画下の概要欄をご覧ください。それでは早速行ってみましょう。シャープペンでオーラフを描く。はい。まずは最初、シャープペンでオーラフを3案書いていきます。3案書くのは、特にマストっていうわけではないんですが、いくつか比較対象があった方が、より良いものを選べるっていうことで、よし、やるぞっていう意気込みがあってね、かつ時間が十分に取れる場合には、なるべくやるようにしています。このように簡単に四角で枠を取りますね。この紙が A4 サイズの紙を横向きに置いたものなので、絵の大きさはかなり小さいです。縦6センチぐらいといったところじゃないでしょうか。なるべく小さく描くのは、絵を遠くから見た時の印象を想像しやすくするためです。サムネ力なんて言ったりもするんですが、商品を本屋で見るとき、もしくはウェブ書店や広告などで画像として見るときもそうですが、パッと目に映るのは一瞬ですよね。その一瞬で見た人の心をおってね、振り向かせなければいけません。そのためには、拡大した時の細かい書き込みももちろん大事なんですが、それ以上に引いた目線で見た時の強い印象が重要なんです。なので最初は、このように小さい画面をあえて作って、そこにオーラフを書くことにしています。すいません。指毛を剃るのを忘れていましたね。見苦しくてごめんなさい。はい。1個目のオーラフ完成。これはこれでいいな。でもあえて別案を書きます。A 案は制服で腰まで入れた構図だったんですが、やっぱもう少し全身を入れられた方が嬉しい感じもするかも。ということで B 案は制服ではなくて足を大きめに入れている構図にしようかなと考えました。なのでイメージとしては鼻の中に座っているような少女のイラストですね。それとこの時点では分かりにくいんですが、カプセルトイのようなカプセルから花が飛び出ているような演出も手前に追加しようと思っています。はい。ちなみにですね、使っているシャープペンは、ペンテルのグラフ1000というシャープペンです。大学生の頃からこのシャープペンを使っているんですが、持ち手部分にね、ちょっとボコボコした滑り止めみたいなものがついていてですね、それがストッパーになっていて書きやすいんですよね。先日、このシャープペンを使っているのを X に上げたらですね、ペンテルさんから取材依頼が来まして、ちょっと驚きました。先ほどから気になっている人もいるかもしれませんが、線はあまりかっちりと正確に書くことを意識していません。柔らかくて、どちらかというと適当というか、ふにゃふにゃっと見えるような感じにあえて描いています。その方が線が硬くならずに全体感を重視することができるからですね。はい、2案目完成と。これいいですね。B 案にしようかな。と、この時点で割と決意が固まっていますが、せっかくなので3案目も書くことにします。3案目は、あえてもうちょっと寄りの構図にして、顔に目線が行くような分かりやすい構図にしてみようかなと思います。B 案の女の子がね、手で丸を作って、その丸の中に息を吹き込むことで、そこからお花がブワーッと飛び出ていくような感じをイメージしながら描いております。ちなみにさっきあえてふにゃふにゃ描きますと言ったんですが、この時点でね、すごく丁寧に正確で綺麗に描くこともできるんですよ。ただそうするとですね、どうしてもこう絵がバラバラになって全体感が損なわれてしまうんですよね。僕の場合は。例えば目をしっかり描こう、髪をしっかり描こうと意識すると、その部分に意識が集中してしまうので、髪に対しての体の流れだったり、顔に対しての手の表情だったり、そういう全体のバランスにまで目が向かなくなっ
ってしまって、絵から統一感が薄らいでしまうんですよね。そうならないように、今描いている部分はあまり注視せずに、肩を描いている時は実は目線は顔の傾きを見ていたり、別のところを見ていることが多いんですよ。そうすると結果的にね、手元を見ていないので、線画がふにゃっとなってしまうっていうのもあったりします。はい。3案目完成ですね。はい。そして上の方に画集のタイトルのなりわいを書いてオーラフ完成です。さあ、どうでしょうか？皆さんだったらどれにしますか？僕は絵案も捨てがたくて、これはこれでね、別の絵に使いたいなと思っているんですが、今回の画集の内容とか、店頭で見た時を想像すると、やっぱり B 案かなと思いましたので、今回は B 案で進めていこうと思います。オーラフを見ながら、詳細ラフを描く。次は、詳細なラフを描いていきます。ここからはね、気分によって進め方が違うんですが、今回はオーラフを横目で見ながら、改めて1から画面の当たりを描いていく形で進めています。場合によっては、オーラフを画面に薄く配置して、それを透かしながらね、描いていくようにするんですが、今回はたまたまこういうやり方をしています。気分によってどっちでもいいですね。オーラフでは、あまり見ていないところのつながりが正確かは意識していません。例えば、手前に膝を立てている足に邪魔されて、胴体と下半身のつながりなどは意識できておりませんでしたので、清書していく場合には、その辺の辻褄が合っていないとね、後々違和感を感じてしまうことになるので、しっかりと素体を描いて、辻褄を合わせていきますね。はい。そしたら、素体を透かしつつ、オーラフで描いた女の子を、今度はより詳細に描いていきます。目はどんな目をしているのか、垂れ目なのか、釣り目なのか、土はどのくらい開げているのか、どんな表情をしているのか、より具体的にしていくと、本当にいるような存在感が出てきますので、この段階ではそういった生々しさを出すようなイメージで作業を進めていきます。髪の毛のボリューム感はある程度オーラフでイメージできているので、その大きな枠組みを崩さないように、どんな毛束がどんな流れで髪の毛を構成しているのか、ここも詳細を詰めていくような感じですね。まあでも、髪の毛って色を塗ると結構印象が変わる部分ではあるので、あまり詳細に詰めすぎないように、どうせ後で変わるしな、ぐらいな気軽さで描いていくのも重要だと思います。今回の絵の全体的なイメージは、明るくハッピーな感じにしようとしています。表情もそうですし、ポージングもアクティブで動きがあって、明るい元気な印象が欲しいですね。僕は特に仕事のイラストはそうなんですが、明るくてハッピーで、見た瞬間にわーってね、心が湧き立つような感じの絵を描くことが多いです。というのは、僕自身そこまでね、物事に深く思い悩んで、どんどんと思考の中に沈んでいくような、そういうね、深みのある人間じゃなくてですね、人生明るく生きたいよね、みたいな、こう言っちゃなんですが、割とアッパラパーな人間なので、明るい絵の方が僕の心がね、もうピンとくるんですよね。あんまり暗い絵の良さがわからない、浅はかな人間なんです。なので、どうしても明るい絵が多くなりますね。手にカプセルを持たせつつ、手前にもパカッと開いたカプセルを配置してと。で、足元にはたくさんのお花ですね。お花は色で描いていくことになると思うので、途中で線画はやめました。はい。こんな感じで、少しキャラクターの大きさをタイトルを想定しつつ、大小模索して調整していきます。タイトル自体はね、決まっているんですが、文字のデザインや配置は決まっていないので、ここは結構適当ですね。デザイナーさんにお任せすることにします。はい。こちらで、詳細ラフの線画が完成です。はい。ということで、いかがだったでしょうか？まだね、色は塗っていないんですが、YouTube バージョンはここまでとなっております。ここから色を塗っていってね、さらにイメージを膨らませることになります。画集特典バージョンお楽しみにしてください。斉藤直樹画集、なりわい、12月24日に発売予定です。こちらの画集は僕が約20年間お仕事で描かせていただいたイラストや、ドラマチックに絵を映えさせるための作画解説を収録させていただいたほか、今回の画集のために描き下ろした表紙の絵のメイキングのポイント解説と、そして作業に使えるブラシセット、そしてメイキング解説もついてきます。眺めるだけじゃなくてね、絵描きさんにとっては構図や色彩についても参考になれば嬉しいなと思っております。ちなみに今回の画集は、シチュエーション、色彩、キャラクター、構図の章に分けて160点以上イラストを収録しています。RGB の鮮やかな発色の再現を可能とするブリリアントパレットという印刷法を使うので、紙印刷でもね、画面で見たような鮮やかな色でイラストを楽しむことができます。興味が湧いたよ、見てみたいという方はぜひぜひ動画下の概要欄からチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。